もありがとうございます。うまくて食べ応えがあって美味しいです。すいません。店主の飴愛だよね。この他に中華そばのチャーシューをこれから仕込むんですけど、チャーシューがだから全て3種類あって全部手作りやってますね。さっきの部位はバラ肉なんですけど、今度はこの豚のもも肉を使ったチャーシューですね。この焼き方でやると余計な油が下に起こってしっとりとこうなんか旨味が凝縮する感じになるんですよね。これもずっと突き出してるチャーシューのためです。世界中で見られたら私のファミリーびっくりするよ。だね。社長と
僕がその初めお店を立ち上げる時に社長がこう言ったんですよね。お前気難しいからお前気難しいにしようかって言ったのが始まりで、それがもう今から22年前ですね。僕もすごい若造だったんですけど、初めはもうなんで気難しいって名前ついてるのってそこばっか突っ込まれて、誰か気難しい人いるのなんてよく言われましたけどね。系列店ってすごく多いんですよね。長野は5店舗ぐらいで、東京に2店舗ですね。あと石川にも1店舗あって、でそれぞれ違うラーメンを展開してやってるんですよね。はい。味噌でいいですか？お盛りでよろしいですか？はい、ありがとうございます。お待ちどうさまでした。ごゆっくり。昔はよく飲み行った帰りにここ寄ってからいるからめちゃくちゃ美味しい。はい、次で。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。これ、あくまでね。かしこまりました。はい、お伺いいたします。お願いします。はい、お待ちどうさまでした。はい、お願いします。はい。
らっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。おいよはい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、お願いします。お待ちどうさまでした。はい、ごゆっくりどうぞ。いいんでございますか。ランチは日替わりでやってるんですけど、今日はサンラータンメンをやってます。はい。すいません。生産というのはあんまりいい設置していくわけで、それよりも実は買い取る時の値段もはい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。自動車種はある？あります。はい、どうもお気をつけどうぞ。ありがとうございました。言えばいいね。はい、それとつけ麺と味も入ってる、そこ同じとこ。つけ麺できるってことです。はい、おかわりいたします。どういったつけでいい？はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。5名様じゃあ野菜増しと並最初2個。いるかな？めっちゃすごい。あ、本当？あ、今入ってなかった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんね、いい？はい、ありがとうございます。はい、失礼します。いいですか？めっちゃうまい。分厚くて食べ応えがあって美味しいです。いい
1分ほどだけ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それはないかな。はい。はい。これ。はい、ラーメン4つ出ます。よいしょ。もしもし、失礼します。お盆失礼します。お願いします。はい、丸亀のつけ麺、つけ麺マジでうまいですね。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。白のチャーシュー1個だけ。ここにはある。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。店長、美味しかった。はい、お待ちどうさまでした。はい、お疲れ様です。持ってきてますね。はいよ。
めちゃめちゃうまい。めっちゃうまいですもうあんまないって言ってました。はい、ごゆっくり。よいしょ。ごめんね。はい、お待ちどおさまでした。はい、何ですか？じゃあ森田さんご飯どうする？取ります。あ、自分でやる。ごめんなさい。
ありがとうございます。はい、お待ちどうさまでした。はい。10年くらい前から言ってます。店主の飴愛だよね。味が一番難しい商品。マスターのやったのが最高にバランス。うん。頑張って。それに対する責任感はあるんですか。めちゃくちゃ美味しい。染み当たります。染み当たり。そうなるんじゃないの。それで帰ります。はい、ありがとうございます。お待ちくださいませ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。焼肉もそうそう、うま辛いっていう線をやっぱ狙って、このメニューは本当に初め限定でやったんですけど、あまりにも人気すぎたって、もうレギュラーなくなったんですけどね。やります。はーい。レベル2。はい。5番さん上がりです。鶏はハンバーグめっちゃ大変だな、これ。はい、すいません。鶏定食で、はい。ごめん、ごちそうさまです。今入れてもってネパールのことスリランカの方が増えてきて。お伺いいたします。
はいはいだから行きますよ。普段お願いします。マスターの探求心よね。中華にかける探求心。料理を作りたくてしょうがないっていうの。若狭牛シューマイです。まあ、福井の牛って言ったら若狭牛じゃないですか。近くの若狭牛の牧場やってはる牛若丸さんから仕入れてます。食感とか違いますか？やっぱ新鮮なんですよね。牧場近くにあって、もうすぐ新鮮な肉入るんで。いや、ずっと取ってるの大変ですよね。玉ねぎとくわいと干し椎茸とクミンです。福井は奥さんの実家なんですけど、まあ、大阪にいた時に子育ても兼ねてちょっと親とか友達とかいる方が奥さんも育てやすいということでこっちに引っ越してきまして、で去年仕事を辞めたタイミングでちょっと職探したんですけど、自分でやろうかなって時にここの屋台村があったんで、とりあえずやってみようかなって感じで。味入りやすいようにして、今から塩麹でマリネします。焼いた後も柔らかい状態にチャーシューが仕上がります。これ付け合わせで使ってるんですけど、ごま油回して塩軽く振ってオーブンで蒸し焼きにして、今から白ワインで炊いてコンポートにします。お客さんは最近は半分ぐらいが常連さんで、ちょこちょこっと観光客の方と初めてのお客さん、半分ぐらいリピーターですかね、最近は。ありがたいことに。食材も当然なんですけど、器とかそういうのもこの辺のもの、九谷焼きだったりとか美濃焼きとか使ってます。暗いですよね。
レモン。溶かしたシロップにつけてちょっとこのまましばらく冷めるまで蒸らします。で食べた後にこう美味しかったからっつっておかわりしてくれる人もいますし、中身はシンプルに若狭牛と玉ねぎとくわいと干し椎茸です。でアクセントにクミンとクコの実入ってます。これクミンです。中にも刻んだクミン入ってるんですけど、見た目とその蒸し上がりの香りのためにちょっと表面にも散らしてます。で上に彩りで戻したクコの実飾り付けてます。結構緊張しますね、これね。で普通のシューマイと若狭牛のシューマイです。軽く昆布締めしたブリを皮目を香ばしく炙ってます。調味料のセット。これカダイフです。トウモロコシのでんぷんで作った細い衣みたいな、こう揚げるとこうサクサクになるフランス料理とかトルコ料理で使う衣なんですけど、もう僕の中ではここでやってることをちょっとブラッシュアップしたらもう外でもできるぐらいの料理はやっておきたいなっていうのはあるんで、この甘エビは三国の瀬越水産さんの福井甘エビ、メスのサイズのいいやつ使わせてもらってます。であとはオーダー取ったら揚げたら完成です。刻んだパクチーと生姜のみじん切り、刻んだニンニクです。でこっちは甜麺醤と醤油と砂糖、スパイスを混ぜたつけだれ。ちょっと甘めですね。甘じょっぱい感じですね。はい。で結構しっかりめに砂糖入ってるので焼き上がりにいい感じに塩麹でマリネした肉をでこれ後で1時間2時間ぐらいつけて焼くんですけど、焼き上がりに蜂蜜で作ったシロップもいっぺんに塗ってさらにツヤよく仕上げます。でこのままオーブン300度で
10分ほど焼きます。蜂蜜と水飴を煮詰めたやつ、さらにもう一回香ばしく仕上げます。こんな感じですね。手前でもいいから食べたいとか、愛から出ますねとか。なるほど。いろんなバージョンがある。で、甘いのを見てもらった方がおすすめです。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。春巻き3本と、あと酢豚2つです。大根餅ください。大根餅一つ。大根餅ください。大根餅一つ、はい。佐藤さん、これ。はい。こっち3名様。3名様で。はい。はい。前菜盛り合わせでございます。よいしょ。はい、お願いします。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。よいしょ。大根餅お待たせいたしました。誰が食べに。でこれを今黒酢と蜂蜜醤油で作ったタレで絡めます。ほぐしたザクロです。はい、お願いします。はい。はい、酢豚でございます。そうそう、お芋ね。うん、美味しそう。いただきます。いただきます。ナストロトロ。ザクロ。
これはいクリームチーズ紹興酒のタレに漬け込んだやつです。うちの畑なんですけど。これしっかりとってください。香味油とラー油です。カリカリです。中に行きますよ。今日は下は今日下しいたけです。はい。福井産のしいたけです。まろちょっとまろやかになる。けどこのピリ辛で。こっちがお願いします。はい、こっちが3名ゲスト様。飲んじゃった。お味とかっていかがですかね。めっちゃ美味しいです。なんか本格中華の味。屋台なのに。数が多すぎて。ボトルもあります。そうですか。表面だけ焦げすくって。まあ、行くそうじゃん。全部チーズお願いしといていいですか、じゃあ。すごい気になる。ワカサギと黄ニラと松茸の炒めです。黄ニラのね、後ろ浸水してないです。大丈夫です。大丈夫。つけて。麻婆お願いします。パパの話してなんて感じだ。やってしまいました。はい、じゃあいただきます。はい、お先に。返さないの。あ、そうか。いいよいいよいいよ。
お願いします。でも今日お待たせいたしました。こんな感じです。あれだけど、それを再現してるのがどん兵衛の麺。トートシェルのユリソースです。はい、お待たせしました。横にナスさんます。はい。このお店の魅力ってマスターの探求心よね。中華にかける探求心。一緒に喋ってても、とにかく料理を作りたくてしょうがないっていうの。そう。で、そのソフトシェルクラブを最初に頼んだ時も、やっと頼んでくれる人がいて、俺作りたくてしょうがなかったんだって言った時には、あ、頼んでよかった、食べてよかったっていう、その繰り返し。だから次来た時に何があるんだろうとか、中華の美味しいこういうお店って少ないんですよ。減ってるの。ここへ来るお客さんみんなそういう料理を食べたくて来たっていう国の人が多くて、なんか久しぶりにこういう楽しい中華を食べたねみたいな。そうだから期待してるんです、みんな。福井のみんなが期待してるんです。赤ワイン炊いた。ごめん、ちょっと待って。お願いします。はい。素敵な大人の人たち。でもなんかいいの？これでも。ありがとうございます。この値段では多分出ない。風麺お待たせいたしました。上海ガニ味噌煮込みイフネ。ちょっとって皿に取ってまでもいい。そう。はい。あと頑張ってください。はい、ありがとうございます。気をつけて。どこに置いたの？なんか変なとこ。お待たせしました。三種盛りです。すごい気になります。赤い袋に乗ったのがワカサギとクミンのシューマイで、黄色いのが普通の豚とエビのシューマイで、手前が森わかめとペンネルで作った牛エビ餃子です。ちょっとどれも味付いてますけど、お好みです。醤油からしでお召し上がりください。お願いします。蒸し鶏、ブリ、チャーシュー、クラゲ。はい。お待たせいたします。前菜のおやつでございます。あ、ブリブリ。
この爪で。黄色いのがシューマイで、赤い黒いのが乗ったのがワカサギとクリームのシューマイ。鳥今食べはるから。らしいです。辛いの3番さん。3番様。さっきのタレと一緒ですね。ネギたっぷりが美味しいですね。さあ、油淋鶏お願いします。油淋鶏お待たせいたしました。あ、油淋鶏って言うやんって。あ、よかった。今日ネイル行ったところにレミちゃんのほら。あ、そうなんや。あ、レミちゃん帰ってきた。お願いします。はい。クリームチーズです。はい。お願いしました。参考にしてます。やばいね、みちです。これ全部食べれる？卵と食べれます。あ、これ違うな。なんて言ったっけ？フリッターっていうのじゃない？あ、これソフトシェルクラブのフリットの卵入り。これですか？はい、中華でなかなか美味しいお店ってないから、でちょっとおしゃれ、本格的なこういう食べれるんよね。そこはすごいお金かかるの分かってるんで、あえて今日その言われたどこにいるんだ。たまり醤油とオイスターソースのソース。ごま油とスープを乳化させて、濃度をつける。これ7番の肉ね。これ多分全部かな。はい。2分目お待たせか。さすがにいいね。この間ここの店で聞いたと思うんだ。どっかで店やってるって言って。そういう視聴者いたらもう逆に嬉しいですよね。例えばその上がりとか上がりとか。ああ、なるほどね。麻婆とか変わらないですけど、季節もんでそのタイのフルーツとか野菜とかは全然変わるんで。
頑張ります。頑張って。これからこれから。10年20年ぐらいバイトしてるし。だから行きますよ。お願いします。OK ですか？うん。正面から行きます。お皿を2つ。レンゲも一ついただいて。はいはい。美味しそう。みくりの甘エビです。瀬越水産さんの甘エビです。はい、お願いします。ちょっと遠いですよ。すごい乗るので待ってください。受けてました。それはやりそう。こういう感じ。隣。配信になっちゃうんで、これはそれでなんかまだやってくだホテルとかも忙しい時こうやってなんかちょこちょこっと食べれるものを作ってざっと食べてどうぞ。ありがとうございます。寝るとあるよ。あ、なんかゴミを一瞬でできちゃうってことですよね。ありがとうございます。あ、さっきのブリちゃん。あのソースめっちゃ美味しかった。瞬間燻製。アラカルトであるんですけど。取ってたよ。取ってなくて見るか？緑。蒸しますね。はい、お願いします。下キニラとネギです。はい。ごめんなさい。こういうの食べたかったけど、こういうの食べたかった。本当美味しいってまた来ます。美味しいですよね。本当美味しい。表面のこの焼けてるところが美味しい。ニラとごま油。
願いします。はい。YouTube 出ます出ます出してください。みんなに言わないとぜひともこれ私の手ですって、あ、1個お持ち帰り、1個2つとも食べはるってことですか。はい、わかりました。完成です。ありがとうございます。春巻きは春巻きがいい。普通でしょ。やめてよ。もうやめてよ。その時の寝る配置はどうなの？これ喋って。こっちの。うんちは残ってる。出たらいいけど。あっと見て帰ったら出るやつ。だから遊覧船とかそういうの。はい、失礼します。さあ、どっちかもサービス。やったー。めっちゃ幸せ。メニューにないですこれ。今後の目標ですか。福井で中国料理どこが美味しいって言われた時に、一番に丸って言ってもらえるようなそんな店にしていきたいですね。でまたここを出て独立自分の城を持てるようにお客さんに喜んでもらえるようにこれからも頑張っていきます。オムライスか、まあ、そうです。いろんな人おるわ。よこちゃん、全部食べれる？マスターがめちゃくちゃ気さくで、こうマスターと喋りながら地魚とか、その地元の美味しい食材食べれるっていうのはこの店の魅力です。味はもう来たらわかると思います。カレー好きにはたまらないと思いますよ。駐車場を自分でこう DIY して自分で改築して
そうですね、カレーとかチキン南蛮とか、まあ、ハンバーグとか、まあ、メイン戦力ばっかりなんですけど、自家製のピクルスですね。まあ自家製のトマトとか青い状態で入ってて、まあこれは親父が近所で作っとるやつですね。まあボサノバとかジャズ系とかいろいろやるんですけど、まあ仕事もらってやったり文化会館というかホールでやらせてもらったりするんで、まあオファーいただいてって感じですね。お砂糖入れですね。夜はまあ電力さんとか工業団地さんの、ね、関連の方とか、まあ、地元の青年団の方とかいろいろありますね。町の人に結構来てもらって。ちょうど日光で明るくて石川県だと家庭でよく召し上がれる。地元の。そうですね、地元の中島。まあ家で採れた梅つけとね。普通のおやつよりかはうまいかな。みかんやらトマト、きゅうり。旅行の方は国道なんで国道を通ってうち寄ってくれたり、カレーで検索してくれたりねしてきてくれたりするんで、金沢とかも結構多いですね。通りすがりでドライブがてらというかまあこの辺りですね。ここら辺ネギ、玉ねぎ、白菜、大根ぐらいかまあ大根になってますね。細いけど。あ、これ持ってってるわ。なんだ包丁持ってる。俺も長野で白菜のバイトしとったんだよね。そうなんですね。小諸ってとこでレタスと白菜。これもらってるか。もうもらってこう。まあ多分あっちの畑も全く一緒なんで。まあ行きます。あ、もしもし俺やけど、あれちょっと野菜大根と白菜1個ずつ持ってったわ。うん。
はい、手前の大根、まあまあ太っとったから1本だけ。うん。はいはい、そう。はい、はい。だから2015ぐらいか、6か、それぐらいですね。東京で、銀座とか仕事もらって引きに行ったりしてたんですけど、パソコンの仕事もやってて飲食の仕事もやってて、三つどもえで音楽活動がねできなくなってきたんで、実家戻ってちょっと立て直しして、で北陸からちょっとソロギタリストというかね、その活動をちょっとやっていこうかなと思って、でついでに飲食も20年ぐらいね、もう長いことやってるんで、ちょっとやってみようかなって3段はついてたんですけどね。お店運営で特になんかこう大事にされてることとか。質ですかね。あと量と量が多めな感じなんですけど。これもいけるな。さっきあれ入れればもう終わりかな。ちょっと取り出しもったいないんでかさ増しして。難しい。これ明日用か、今日出れば今日用の鶏野菜味噌用のね。柿も地元の。またコーヒーで、そうコーヒーゼリーで柿出したりコーヒー出したり、結構3リッター、4リッターぐらいかな。ちょっとね、もう老朽化して感じですね。YouTube で勉強して作ったりするか。ここを塗ったり。うちのだし巻きの。
天然水炊きの地元米でこっちもあたりハンバーグ、はい。じゃあ私はならオムライスものか。オムライス、はい、わかりました。あ、用意しておきます。小さくてもいいから。はい。ね。めっちゃ油飛ぶかもしれないけど大丈夫大丈夫軽くついでハーフ大丈夫ですか少なめそうかなで味噌汁厚めはじゃあオムライスかまあです。いろんな人おるわ。あ、味噌こぼれした。美味しい人のは美味しそうやね。はい。ファイヤーするんで、あと危ないですよ。
うん。いつもやろ。見てもらえ。ほんなちょうどいいと。はいはい。美味しかった。味は美味しいね。はい、チキン南蛮です。です。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。うわ、いや、玄関に。はい、ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも、ごちそうさまです。顔も声も一緒やし。はい、焼き飯お待たせしました。はい、おいしい。やっぱりじいちゃんに似た顔しとったね。ようちゃんご飯食べるもん。よこちゃん全部食べれる？食べる。ありがとうございました。気付けて。はい、どうも。やべえ。壊す。豆腐がね、はい、
菜これに噛んでよかったぐらい。白菜、水菜、サニーレタス。ありがとう。シェフさんまだ来てないです。はい。なんか言うてきます？いいですか？あ、いや、それです。うちのまあ CD もあるから自分のオリジナルがああ、そうやね。ここからさらにあっからね。あっから3、40分じゃないけど。僕見えた時にああよかった帰ってきたそっから早いのか。顔出し OK ねはい、じゃあ大輝はい、お待たせ美味しく食べるところを YouTube まあ2時半か3時ぐらい。その後ギターレッスンが入ってるから。それ以外は7億を販売してるもう食いますねもうちょっとサバに入れるお待たせです。いいミックスもらえる。いただきます。あの人はもともと自分でやったの？もともと自分でやっとったの20代前半の時。結構あの時自分のやり方みたいな。余ってる。美味しい。マスターがめちゃくちゃ気さくで、まあなんていうんですかね、僕も初めもう緊張しながら入ってきたんですけど、もう2分で打ち解けました。でこうマスターと喋りながら、この地魚とか、その地元の美味しい食材食べれるっていうのはこの店の魅力です。はい、もうこの通りもう、はい、5分でなくなります。はい、味はもう来たらわかると思います。大体カレーですね。はい、もうカレー好きにはたまらないと思いますよ。はい。あ、トマトいらなかった。もうちょっと。さあ、昼から。3万もかかる。3万、約3万以上かな。で、ありがとう。ありがとうございます。ごちそうさまです。準備しキャベツあっちゃった。アオリイカ地場産まあオードブルメニューの
実質1人いるの。まあいつも通りで、本当今日もうちょっと入る予定やったけどね。本笠さんだけです。さらに取っときた。それで取ってないか。水病院で呼ばれました。で、それ目当てで来るじゃない。コーヒーポットから本当に。手打ちそばめっちゃ美味しかったです天ぷらもサクサクでめっちゃ美味しかったです。はい、冷やしエビ天そばに日替わりとランチ出ます。あ、暑い日にすごいいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、行きましょう。キノコからもすごいいい出汁が取れるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大変じゃないですか。経営者って。でもやっててやっぱり楽しいし、あの時の食感というか
間違ってなかったかなとは思いますけどね。朝これを打ち合わせして、今日の日替わりをどうするかっていうのをまずこんなメニューどうかっていう試しのメニューを出したりとか、グランドメニューにないメニューとかもいろいろ出したりしてるんですけど、組み合って。ピンク切れた。感じで組みやすいですかね。はい、ありがとうございます。力入れますんで。はい。ナミコを7とさらしなを1入れて、であとつなぎ粉2入れてっていう感じですね。さらしな入れるのは、さらしなってナミコと違って水分の含有量がちょっと少ないんですけど、麺がちょっと少し硬くなるというかコシが出るんですね。だから食感がちょっと面白いので少し入れると。その配合っていうのは昔から変わらないんですか？私が2代目なんですけど、23年前に修行が上がって帰ってきた時に少し変えましたね。今日出すとろろはそこの長野の長芋なんですけど、野辺山高原という標高の高いところの長芋で、味がものすごい濃厚で凝縮してて美味しいんですよね。でそこでかき揚げに使うごぼうなんかもお願いしてるんですよ。先にサラリーマンしてて、で25歳の時に辞めて修行に入って、長野の軽井沢の元水という大岩家にある、お店なんですけど、そこで1年間だけ住み込みでさせていただいて、金沢の11屋っていう店で場所で店創業したんですけど、その11屋の10だけを英語に変えて天一屋にしたんですよ。さっきのザラザラの感じからどんどんこの滑らかになっていきますね、表面が。やっぱりこうずるっといって、で喉をくすぐるように通り抜けていくのがいいですよね、そばってのは。
こんなかぶりますけど大丈夫ですか？大変じゃないですか経営者って。でも、やっててやっぱり楽しいし、接客自体もすごい楽しいので、あの時の直感というかは間違ってなかったかなとは思いますけどね。ターゲットは40代のサラリーマンの男性っていうふうにターゲットは置いてるんですけど、病院が目の前にあるのでやっぱり、少しご高齢の方とかも多いです。すごいでしょ。でこれ標高が高いからやっぱり立派なゴボウも取れますし、この長芋自体も本当に濃厚だし甘みもあるし立派だし、でこれが修行先でこれを使ってて、うちも使わせてほしいって言ってお願いして貸してもらってん。あ、そうなんですか。あとは日当たりが最高やし、影になって最高やし、こんな絵とかね。商売始めたのは昭和36年で、ここへ移ってきたのは45年、4年か5年やさけ。今は息子がやっとっさけ、今だ時代が違うさけ、あの子のよっぽど商売上手。すごい立派ですね。茹でてね、それでお醤油とかでつけて、できゅうりのきゅうちゃんみたいに仕上げる。人参やったっけ？人参ね。今はもう使ってないですよ。なるほど。朝取ってきたんです。
こはミンマやさけね。うん。確かにミンマ爪。つまり記憶力があれやからちょっと。なんであんな難しいのかね。そんなこと言うたってね、全然ですよ私は。おはようございます。あ、すみません。取れますか？あ、大丈夫です。申し訳ない。開けるね。奥。ありがとうね。申し訳ないです。奥置いといてもらえば。平竹で吉野谷のなめこ。平竹、これはやっぱり北斗さんの平竹使ってるんですが、香りをフルーティーなんですよ。すっごいフルーティーな香りがする。いい味が出ますし、やっぱりキノコからもすごいいい出汁が取れるんですよ。石抜き取ってほぐしますね。なんかな。よし。ありがとう。
で湯切りしますわね。で、なんか煮たりするのはこっちですか。終わりますよ。落ち着いていかないでしょ。はい。今からうどん茹でます。お酒合わせてそうですね5合ぐらいしか入ってないんですけど、きのこからこれぐらい汁が出てるので、もうタプタプに汁出てますよね。よかった、間に合った。これです。大ぶりのこれの2ランク上にでけえなめこっていうのがあるんですよ。でそれはちょっと希少価値が高いので、これの倍ぐらいの大きさのこんななめこがあるんですよ。こんなタイミングよく来ることないんですけど、なかなか。これが剣の舞茸ですね。これが吉野谷の舞茸です。なめ太郎っていうブランドです。注文入ります。
チョコテン一丁に冷やしミニそばプチとろろ一丁です。はい、チョコ天丼入りました。はい。で、お待ちしました。出します。何そば一つお願いします。はい、あ、これはいなりそばですね。はい。よっ、はい、いなりそばいきます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。注文入ります。では一丁入りました。はい、ペアいきます。いらっしゃいませ。八代そばペアお出しますね。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お失礼いたします。八代そばのペアになりますね。冷たいのがちょうどいいし、あとそば湯で薄めていただいてます。はい、ランチ、とろ飯に冷やしそば小盛りで一丁、いなりうどん大盛り一丁です。うどんの大盛り、はい。はい、ランチまもなくいくよ。先お出しします。ランチします。ごちそうさまでした。とろろご飯と小盛りのおそばですね。いいです。承知しました。はい、いなりうどん大いきます。大です。はい。はい。いなりうどん大盛り前失礼します。はい、ありがとう。器大変熱くなってますがお付けください。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、チョコテンに一丁上がります。入れてもらうと OK です。お席お好きなお席どうぞ。お好きなお席どうぞ。どうぞおいらっしゃって。お好きなお席どうぞ。どうぞおいらっしゃって。
次回お使いください。いなりうどん出るよ。はい、ごちそうさまです。はい。器熱くなってますので気をつけてください。ちょっと見てますね。いらっしゃいませ。ごちそうさまです。はい、ありがとう。失礼いたします。お出しこちらでお願いしますね。大変お待たせしました。はい、ありがとう。歯応えはいいね。コシがあって、美味しい。うどんはコシがあってつるつる美味しい。天ぷらもカラッと揚げて美味しいよ。いたしました。冷やしかけるそば一丁です。はい、冷やしかき揚げ入ります。OK です。はい。ありがとう。おそばでホットかき揚げ丼まもなく上がります。はい、チョコかき丼。かき揚げお願いします。ランチと冷やしかけるそばをお出しします。のお客様、ごちそうさまです。ホットかける丼と冷やしのとろろですね。冷やしかけるそばのお客様、ごちそうさまです。6番さんお出しました。こちら普通盛りの方のお客様。はい、冷たい普通盛りですね。はい、失礼します。はい、高いそば出しますね。失礼します。器の方が入っていきます。甘くもなく辛くもなくちょうどいいです。平日ランチのチョコット天丼と日替わり麺は小盛りで小盛りであります。ランチが3つですね。どれもチョコ天です。あったかいおそば小盛りが1丁、冷やしのうどんが小盛りで1丁。はい、冷やしエビ天そばに日替わりとランチ出ます。はい。わさびってつけられますか？まだついてません。じゃあこっちお願いします。日替わりの単品ですか？はい。はい。じゃあ合計4丁で入ります。鶏天、はいよ。はいよ。誰の？
小盛りであったかいお蕎麦のお客様。失礼いたします。こちら小盛りになってます。はい、どうぞ。お出汁が美味しいね。出汁が好きな味です。お蕎麦はこっちじゃないですか。これはそうですか。小盛りだね。はい。はい。小盛りのお客様。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、どうぞ。はい、商品入れます。大変お待たせしました。すみません。どうですかね、この冷たいお蕎麦っていうのは。暑い日にすごいいいですね。今の分。はい。次お出ししますよ。冷たい。今振り分けたらお待ち。ですね。小盛りのあったかい方、そばですね。冷たい方、うどん。ありがとうございます。こちら失礼します。はい、あったかいおそば小盛り。お願いします。はい、1600円でお願いいたします。2000円からいただきます。普通盛りであったかいおそば。そこかき丼ですね。はい、すみません、お待たせしました。こちらでお待ちかなんですかね。はい、冷やしの味噌がですね。お疲れ様です。こちらですね、気をつけてください。かきださ。細麺ね。味がいいね。美味しいから来ます。そうです。ここは合うよね。合いますね。じゃあ、高い方がランチですね。はい。そばじゃなくて冷やしそばだよね、ランチ。はい、分かったよ。飛びませんでした。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ごめんなさい、お待たせしました。はいよ。はい。ありがとうございます。こちらでお願いします。お客様大変お待たせいたしました。前失礼いたします。ヘンドルそばのお客様です。これね、タレがうまいもんでね、うまいですよ。お蕎麦どうですか。美味しい。取おります。失礼いたします。すいません、大変お待たせいたしました。ヘンドルそばお待ちしております。そうですか。はい、申し訳ないです。申し訳ないです。手打ちそばめっちゃ美味しかったです天ぷらもサクサクでめっちゃ美味しかったです。
下味に薄口醤油とお酒で、味しませてからごま油で、仕上げてあります。そうですね、チキンかき玉うどんとか、それから冷やしかき揚げとか、エビ天きのことか、あの辺りは本当に数年で人気です。10% ほどの塩水とプラスして、味を整えるためと表面をつるっと仕上げるためにみりんを少し入れてるんです。なんで独特のちょっと味わいと食感があるかと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チキンかき玉上がります。はい、行きましょお待ちどうさまです。チキンかき玉うどんになります。ありがとうございます。お疲れ。お待ちどうさまです。店長の方は20分ね、下げるの。に問われている服部恭太被告の裁判員裁判が間もなく人間関係が家族にも相談できず
そばのことしか勉強してこなかったんで、うどんの方は本当に独学なんですけど、次はこっちを伸ばしたいんです。なのでこう畳んで、でこう入れるんですよ。こうやって組んで強くしていけばコシが強くなるとか。スープは大体前の晩に取るんで、これが今日の夜に使うやつを。何代目になるんですか？祖父が小料理屋かなんかやってたらしいんですけど、その後、父が中華料理の修行をして中華料理屋にしたって聞きましたけど、私にとって義理の父なんですけど、中華料理屋になってからは私の2代目になったんです。肌についた白身はスープの汚れを取る。うち卵はやっぱたくさん使う。丸鶏の豚の細切り肉ですね。静岡出身で、なんかきっかけがあったんですか？向こうで今の嫁と会ったんで、結婚する時どうしようかいう話になって、結局私はこっち来たんですけど。それ何年ぐらい前ですか？かれこれ25年ほど前ですけど、うちの実家が農業だったもんですから、それでずっと農業の子してやってたんですけど、それまで飲食は
いや全く。麺類って結構出ます。昼の定食で麺とセットになってるんですけど、それは召し上がられますけど、どっちかっていうとご飯物の方が多いです。一番人気はやっぱ今カツ丼が一番多いんですよね。まあ、カツ丼お昼はちょっと若干安くなってるんですよ。定食のカツ丼頼んでいただくと、まあ、お味噌汁とあと杏仁豆腐とおしんこがついて、あとコーヒーもついて。これは定食のコーヒーの準備。そうですよ。ランチ召し上がった後にコーヒーがサービスがなって、大きいのでなくて小さいの。カツ丼3つ、レバニラ定食3つと単品のレバニラが1つ、豆腐定食と麻婆豆腐の単品。豆腐定食すごい2つに。酢豚とおこげ。酢豚は1つやろ。
揚げるのも2回に揚げる。とりあえずはい。はい、どういうね。はい。こっちはた。はい、ありがとう。あれ？レバニラ定食です。はい。ちょっとボリュームありますね。これは麻婆丼とラーメンのセットです。うん。丼は全部セットになってます。はい。はい、天津飯とラーメンセットご用意しました。麻婆豆腐定食。麻婆豆腐定食、はい。天津飯セットと豆腐定食。
たせいたしました。失礼します。カツ丼で最初見てきて、そこから何回か来とったんですけど、最近は来れてなくて久しぶりに来た感じです。一番のおすすめメニュー、カツ丼ですね。私もカツ丼です。でも今日初めてカツ丼以外のものを食べた感じ。美味しかったです。美味しかったです。ボリューミーでランチの方がなんかお得感が。今日初めてなんですけど、すごく美味しいです。なんかきっかけがあったんですか？上司に美味しいって言われたんで一緒に来たんですけど。高岡に来た時はたまに来ます。あ、そうなんですか。はい。いつも何注文されます？私は酢豚定食か、カニ玉定食、後輩初めてなんで、カツ丼おすすめなんでっていう話でカツ丼を食べました。めちゃくちゃ美味しいです。
がとう。はい。週1やから月4回一応ね人通り全部制覇しちゃって食べに来て元気に応対してくれるし楽しくしてくれるからこちらも明るくなる。主人に聞いたら
料理やったことなかった。そうなんですよ、素人だったんですよ。趣味で包丁は握る人だったんですけど、死を私と出会ったということで覚悟して結婚しました。はい、父は亡くなったんですけど、父が存命の時に修行して今に至るという感じですね。はい、実際やってみたらやっぱり自分はこういう商売に向いてるのかなという気はします。やっぱり毎日忙しいですけどやっぱり楽しいですし大好きですし、この仕事接客大好きですし、だから天職だったのかなと思ってます。いらっしゃいませ。
発券ボタンを押してチケットを受け取り
はい、オーダーぶっかけ。あと2両ほどです。はい、お願いします。いつもカレーうどんですね。今日寝起きなんで冷たいぶっかけうどん食べます。冷たくて今暖かくなってきたんで美味しいですね。お部屋の方セルフになっております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。どうぞカレーになります。はい、チャイ失礼します。よく来られます。初めて。あ、そうなんですか。はい。どうでした？お味も。いや、めっちゃ美味しいです。まずお金を入れてお料理を選択。ただいま発見中です。お取りください。ペイペイやクレジット決済。はい、お待たせしました。GoToイートチケットのご利用のお客様はいらっしゃい両替いたします。
お待たせしました。冷たいスペシャルぶっかけです。あれは生佐賀にしかないんですよね。昔ながらの囲炉裏で焼く方法だから人気なんですよね。結構それを求めるお客さんが多くて、おやきは300個以上ですよね。時間が経たなきゃあれだからね、なかなか。
一番やっぱ出るのはナスです。地元の方じゃない方とかはやっぱり小沢菜とかがいいって方もいるし、それぞれですけど一番やっぱ出るのはナスです。っていうなら入ってる。いや、それわかる。でも入ってる。
こにミックスが2つですね。はい、切りさせていただきます。今日はナスとミックス、はい、おやき大好きでいろいろ回ってるんですけど、ここのおやきが一番大好きで来てます。はい。母さん家ってお店としてここじゃなくてここに入る前のお店で開店したのが平成10年で30年弱、地元のお母さんたちが数人でこう立ち上げてってで私もこう家に子育てしてて家にいてどうって言われてじゃあって言って入ってきたメンバーみんなそんな感じでこう70代が結構多くて80代がもういるし若い子は20後半の子がいる感じですね。で全部で30人ちょっとぐらい、はい、お店自体に入るのは1日13人とか14人くらいなんですけどあとこの上の方で加工施設の方で5、6人でお豆腐作ったりとかコロッケとかを作ったりとかっていうのをしてるんですよね。
美味しいですよ。かけです。お願いします。ありがとうございます。コロッケはここで作ったお豆腐出たおからで作ってますね、ここで。お願いします。煮込みとカツカレーです。煮込みが出ます。カツカレーが出ます。お願いします。
どうぞ。唐揚げ丼出ます。うちの実家が長野市なんで、その途中でちょっと寄ったって感じですけど。お味どうでした？美味しいです。満足で入れます。カレーライスが出ます。はい。
山賊亭が出ます。